機動戦士ガンダムシリーズにおいて、富野義行氏が描いた宇宙世紀は、初代アニメ、機動戦士ガンダムから始まり、数多くの戦争と時代の変遷が描かれてきました。今年1月末からは、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ第2部が公開予定となっており、本作では宇宙世紀105年に起きたマフティー動乱が描かれます。しかし、そこに至るまでの宇宙世紀には、実に100年にわたる戦争と混乱の歴史が積み重ねられてきました。そこで、今回は宇宙世紀元年から100年までの歴史を振り返っていきたいと思います。一年戦争の発端は、宇宙世紀への改暦以前、西暦の時代にまで遡ります。西暦末期の地球は、人口の増加による環境の悪化や、食糧問題、国家間による紛争など様々な問題を抱えていました。こうした諸問題を解決するため、西暦の時代に人類統一国家である地球連邦政府が設立されます。諸国家地域を一体的に統括できる連邦政府により、人類の存続と地球の環境保全を目的とした政策の推進が可能となりました。それが宇宙における人類の生活空間スペースコロニーの建造と人類の宇宙移民政策です。強大な政治力によりスペースコロニー第1号が建造され、人類の宇宙移民が開始。それに伴い西暦から宇宙世紀への改暦も行われました。その後も月の軌道上にある重力の安定した地点ラグランジポイントにスペースコロニーを次々に建造。コロニーの集合体はサイドと呼ばれるようになり、それぞれの自治体を形成していきます。着々と宇宙に居住権を広げ、一見順調にも見える移民政策でしたが、その裏には多くの問題がありました。まず、コロニーへの移住にかかる費用は自己負担。親子3代にわたるローンを組まされ、地球における自分の土地を放棄しなければいけないなど、移民者への負担は非常に大きいものでした。にもかかわらず、移民は宇宙移民法により反強制的に行われたため、多くの人類は無理やり負担を背負わされたのです。そうした不満もありながらも、着々と移民が進んでいた中、宇宙世紀0051に突如として新規コロニーの開発計画が凍結。全人類の宇宙移民計画は実質的に中止となります。そして富裕層や権力者、地球連邦の政府高官、彼らの生活を維持するための労働者は全人類の宇宙移民という公約に従わず地球に居座り続けたのです。もともと宇宙移民法には地球の環境保全や歴史的な遺跡保全を名目に、連邦政府が必要と認めたものには地球滞在が許されるという特例事項がありました。これを利用し取得権益を得ていた特権階級者は例外的な事例として地球に住み続けます。それだけでなく、地球居住者は次第にエリート思想を肥大化させ、スペースコロニーを地球の植民地として搾取と支配を強めていきました。コロニーでは空気、水は限られた資源であるため、連邦政府はこれらに重税をかけ、自分たちの私腹を肥やす財源としたのです。こうした植民地政策の数々により、宇宙移民計画は実質的な口減らし、帰民政策と取られ、地球に住むアースノイドと宇宙に住むスペースノイドとの溝は決定的なものになっていきます。こうして地球連邦政府に対する不信感が高まっていく中、サイド3に一人の思想家が現れました。それがジオンズム大君です。大君はもともと地球連邦の議員でしたが、彼のスペースノイドの独立自治を訴える思想であるコントリズムは地球に居座る特権階級には受け入れられませんでした。そして地球での政治活動に限界を感じた大君はサイド3へと移住します。そこで自身のコントリズムと全人類の宇宙移民による地球保全を図るべきというエレズムを統合し、後にジオニズムと呼ばれる思想を提唱します。大君はジオニズムの中で、宇宙という過酷な環境で暮らす人類は地球で暮らす人類よりも精神的肉体的に大きく進化した存在、ニュータイプになれると説きました。つまりスペースノイドはアースノイドに劣る人種ではなく、むしろこれからの人類の未来を担う存在だと訴えたのです。この思想はアースノイドに搾取される非抑圧層意識を持っていたスペースノイドの間でセンセーショナルを起こし、独立運動の機運を一気に高めました。その後、宇宙世紀0053にサイド3の首相となった大君は、盟友デニン・ソロザビと共にサイドの発展に努め、
宇宙世紀0058に独立を宣言。ジオン共和国の樹立とジオン国防隊の設立を行いました。しかしこれを良しとしない連邦政府はサイド3に対し経済制裁を加えながら軍備を強化し、各サイドへの警戒を強めていきます。それでも大君は戦いではなく連邦政府と交渉による平和な解決を望んでいましたが、宇宙世紀0068志半ばで病死しました。なお大君の死は盟友でありながら連邦との抗争による自治を確立しようとした過激派のデギンによる暗殺とも言われています。サイド3の首相を引き継いだデギンは大君派を一掃。ザビ家による独裁体制を敷き、宇宙世紀0069には共和制から君主制へ移行、ジオン公国を宣言しました。そしてデギンの隠居後はザビ家の長男であるギレンザッビがジオンの全権を掌握。宇宙世紀0071には有生人類生存説を発表し、ジオン国民は選ばれたエリートであり、地球に住む古い人類はスペースノイドによって管理されるべきと説きます。つまりギレンは大君の提唱したニュータイプ思想をスペースノイドの反アースノイド感情を煽るための先民思想としてすり替えて利用したのです。その目論見通り、ジオン国民の意思は連邦政府との戦争へと傾いていきます。しかしジオンと連邦の国力の差は圧倒的で、まともに戦っても構わないことは誰の目にも明らかでした。そこでジオンは宇宙世紀0069に存在が実証されたミノフスキー粒子に着目します。ミノフスキー粒子には高濃度散布下においてレーダー、センサー、無線機器を妨害する効果がありました。当時の基本戦術はセンサーやレーダーを利用した戦艦による長距離の艦砲射撃だったため、ミノフスキー粒子の発見により連邦軍の戦術を無力化することが可能となったのです。また同時にミノフスキー粒子散布下で基本戦術となる有志海戦闘において有効となる兵器を開発するべく国内の工業機器メーカーへ依頼します。その中で特に機動性と汎用性に優れたジオニック社のザクをジオン軍の主力兵器モビルスーツに据え、軍備増強を推し進めました。こうして開戦準備を完了させたジオン公国は宇宙世紀0079-1月3日、地球連邦に対してジオン独立を求めて宣戦布告。後に一年戦争と呼ばれる宇宙世紀史上最大規模の大戦が幕を開けたのです。宇宙世紀0079-1月3日、ジオン軍は連邦への宣戦布告直後に先制攻撃を仕掛けます。ドズル艦隊が各サイドに駐留する連邦軍艦隊を吸収、キシリア艦隊はジオン本土へ資材を供給する重要拠点とするべく月面都市グラナワを侵攻しました。続いて連邦へ組みする姿勢を見せたサイド1、2、4に対して攻撃。毒ガスによる住民虐殺を行い、わずか40時間で3つのサイドは壊滅しました。こうして確保したコロニーの一つ、サイド2のアイランドイフィッシュにジオン軍は核パルスエンジンを装着させ、正規軌道から離脱させます。そしてスペースコロニーを超質量の弾頭に見立て、連邦政府の本部であるジャブローへ落下させるブリティッシュ作戦を敢行しました。しかし連邦軍ティアンム艦隊による激しい抵抗によってコロニーは崩壊し、落下軌道は大きくそれます。ですが3つに崩壊したコロニーのうち先端部分がオーストラリアのシドニーへと落下し、オーストラリア大陸の 16% を消滅させました。またコロニー落下の影響は凄まじく、地球全土で異常気象が発生します。こうしてコロニー落下による死者数は二次被害も合わせると人類の半数である約55億人にも上りました。なおこの開戦からコロニー落としまでの戦いは1週間戦争と呼ばれています。しかし人類の半数が亡くなったにもかかわらず、ジャブローを破壊できなかったジオンは再度コロニーの落下を目論み、残された戦力を結集してサイド5のルームへと進行しました。これを察知した連邦軍は宇宙へ出撃可能な艦艇を集め、ベビル将軍を指揮官に据えた阻止作戦を試みました。このサイド5ルームをめぐる戦いをルーム戦役と呼びます。開戦当初は数で勝る連邦軍が有利に進めたものの、モビルスーツの投入により形勢は逆転し、連邦艦隊はほぼ壊滅。脱出しようとしたレビル将軍は黒い3連星に捕らえられてしまいました。
こうしてルーム戦役はジオンの勝利に終わりました。その後ジオンは連邦政府に無条件降伏にも等しい休戦条約の締結を迫りました。しかし裏で行われていたレビル将軍救出作戦が成功し、調印直前に救出されたレビル将軍によってジオンがすでに疲弊しきっていることが世界へと発信されます。これにより連邦政府の方針が継戦姿勢へと傾き、休戦条約の締結には至らず、いくつかの戦時条約を結ぶにとどまりました。こうして休戦条約の締結が失敗に終わったことで、戦争は泥沼化の様相を呈していきます。長期戦になると判断したジオン軍は宇宙世紀0079-2月には資源確保のために地球侵攻作戦を発動。一方ルームでの大敗を経てモビルスーツの有用性を認識した連邦軍はジオンと同じ土俵に立つため、新型モビルスーツの開発計画 V 作戦を立案しました。そして3月に入るとジオン公国地球方面軍による降下作戦が開始。第1次降下作戦ではオデッサを占拠。第2次降下作戦では北米大陸のキャリフォルニアベースを占拠。第3次降下作戦では北京やアフリカキリマンジャロが占拠され、3月中には地球の半分がジオンに掌握されました。4月に入ると連邦軍はモビルスーツ開発計画である V 作戦と宇宙艦隊再建計画であるビンソン計画を同時発動します。また5月には北米アリゾナにおける戦いで連邦軍所属のセモベンテ隊によって露獲したザクを運用するなど、モビルスーツ運用体制を着々と整えていきました。このようにジオンによる猛攻の裏で連邦は虎視眈々と反撃の準備を進めていきます。一方ギレンは降下作戦の度重なる成功から半年以内には地球全土を制圧できると考えていました。しかし出だしこそ好調だったジオン軍ですが、慣れない地上戦と急激な戦線の拡大により兵士が疲弊し、進撃速度が徐々に低下していきます。また地上戦に慣れた連邦軍の戦車や歩兵による巧みな戦術、加えてコロニー落としで愛する者を失った兵士たちの反ジオン感情による高い士気により、戦線は膠着状態となりました。また連邦軍総司令部ジャブローの位置が巧みに隠されていたため、ジオン側はその位置を特定できず地上を制圧しきれなかったことも大きな要因とされています。しかし6月にはフラナガン機関を設立し、サイコミ技術の研究を本格的に進めるなど、ジオンも戦線を広げる裏で新兵器開発に着手していました。またアバオアクー、ソロモン、グラナダの各方面軍守備隊と統合し、本土防衛の準備を整えています。7月に入ると連邦軍はついにモビルスーツの開発に成功し、プロトタイプガンダムがロールアウト。それに伴い第1機械化混成大隊、通称小島大隊が設立されます。8月には連邦軍はサイド7で V 作戦の要となる試作型モビルスーツの最終テストを開始。しかしこの情報はジオン側にキャッチされていました。そのため9月にガンダムをはじめとした RX シリーズを受領するべくサイド7へ向かったホワイトベースがシャーズナブル率いる部隊に捕捉されてしまいます。そして偵察のためサイド7へと侵入したシャー指揮下のザク部隊と起動した RX78 の2ガンダムによって人類史上初のモビルスーツ戦が勃発。ザク2機は瞬く間に撃破され、連邦製モビルスーツの性能の高さを知らしめる結果となりました。これ以降連邦軍による快進撃が始まります。10月にはホワイトベース隊の活躍もあり、ニューヤークの戦闘でジオン公国地球方面軍司令ガルマザビが戦死。11月には鉱山地帯オデッサの奪回へ向けたオデッサ作戦が発動され、連邦による勝利で幕を閉じます。これによりジオン公国軍地球侵攻部隊司令官マクベ大佐が宇宙へと離脱し、敗残部隊は散り散りになりました。こうしてオデッサの敗戦によりジオン地上軍は劣勢に追い込まれますが、11月末にはついにジャブロー基地の正確な位置を突き止めます。そして地上における軍事バランスを逆転させるべく大部隊を投入してジャブロー攻略作戦へと踏み切りました。しかし連邦軍の激しい対空砲火や連邦軍の新型量産機ジムによる抵抗で投入したモビルスーツの大部隊を喪失。ジャブローの侵入口の確保もままならないまま撤退を余儀なくされました。
こうしてオデッサの敗北とジャブロー攻略作戦の失敗により地上戦力の大部分を失ったため、ジオンの地上における敗北は決定的となります。12月に入ると連邦軍はこの地上でのアドバンテージを見逃さず宇宙での反攻作戦に出るため、ビンソン計画で再編した宇宙艦隊の主力部隊をジャブローから発進させます。同時にアフリカ、北アメリカ大陸において大規模なジオン軍掃討作戦を行い、地球上のジオン軍を完全に宇宙へ撤退させることに成功しました。12月末になると宇宙へ上がった連邦軍はジオンの宇宙要塞ソロモンを攻略するべくチェンバロ作戦を発動。ホワイトベースをはじめとするおとり艦隊の活躍やソーラシステム、モビルスーツによる物量戦術を駆使した連邦の勝利に終わりました。またこの戦闘でジオン公国軍宇宙攻撃軍司令ドズルザビが戦死しますが、連邦側も艦隊司令官ティアンム中将やルナツー司令ワッケイン少佐が戦死するなど、両軍とも多大な損害を被っています。それでも連邦軍はたった数日で主力艦隊を再編成し、アバオア空進行作戦である星1号作戦を行うべく出撃しました。そんな中、戦意をそがれていたデニンは和平交渉に向けてベビル将軍のもとへと向かいます。しかしギレンは車線上に父親がいることも構わず、密かに建造していたコロニーを転用した巨大なレーザー砲ソーラレイを照射。これによりデニン国王が死亡。連邦は総司令官ベビルと艦隊の 30% を失い、ソーラシステムを搭載していた輸送艦も喪失します。壊滅的な打撃を受け、連邦軍は一時混乱状態に陥りますが、上層部は即座に残存艦隊を再編成し、星1号作戦を強行。一年戦争最後の戦いとなるアバオア空戦の火蓋が切って落とされました。戦闘開始直後はディレンによる采配やドロス艦隊の活躍により、連邦軍はなかなか要塞に取り付けず手をこまねきます。しかしキシリアが父殺しを名目にギレンを射殺。これによりジオンの指揮系統に乱れが生じ、その隙に連邦軍はドロス艦隊を撃沈。エスフィールドの別動隊やホワイトベース隊の活躍もあり、要塞内部への侵入に成功しました。ここでジオン軍は敗色濃厚となったため、キシリアは要塞を脱出しようとするもシャアの手によって射殺されます。こうしてジオンの支配者であったザビ家は事実上滅亡し、指揮官を失ったジオン軍は壊滅状態となりました。その後、もともとデニンの要請で連邦との和平工作を画策していたダルシア・バファロがジオンを共和国制へと移行。12月31日、ジオン共和国臨時政府として連邦政府へ終戦協定締結を申し入れました。対してソロモンからアバオア空戦で主戦力の大半を失い、グラナダやジオン本国へ侵攻する余力がなくなっていた連邦もこれを受諾。こうして宇宙世紀0081月1日、月面都市グラナダにおいて終戦協定が結ばれたことで、1年にもわたる宇宙世紀最大規模の戦いは幕を下ろしました。しかしスペースノイド独立を願うジオンの戦いは終わりません。ジオンの中でもアバオア空港防戦に参加した部隊や月面都市グラナダやサイド3の駐在部隊の一部には連邦への投降を良しとせず、ジオン再興の時を待つべく潜伏することを選んだ者たちもいます。彼ら残存部隊の一部はカラマポイントと呼ばれる中域に集結し、ジオン残党軍の方針を協議しました。その結果、大半はザビ家の末裔ミネバラオザビとその後見人であるマハラジャカーンがいる小惑星ヤクシズへの逃亡を選択します。この際、シーマ・ガラハウ率いるシーマ艦隊もアクシズへの合流を目指していましたが、コロニー大量虐殺を実行した汚名を着せられ入港を拒否されてしまいました。一方、地球圏に身を潜め反撃の機会を伺うことを望む者も少なからずいました。そこで彼らはギレンザビエの忠誠心が厚いエニー・ユデラーズ大佐を中心として地球圏最大のジオン残党勢力を作り上げます。それがデラーズフリートです。デラーズフリートは一年戦争で壊滅した旧サイド5の暗礁中域に茨の園と呼ばれる秘密基地を建設し身を潜めました。この基地は破壊されたスペースコロニーをはじめ撃沈された戦艦など戦争の残骸で建造されており、その隠密性の高さから連邦でも位置の特定は困難だったとされています。
基地としての機能も十分で、少数ながらモビルスーツの製造能力もありました。またアナハイムエレクトロニクスとの裏取引などもあり、潜伏生活の身でありながら部隊の再編と戦力増強は順調に進んだようです。そして宇宙世紀 0081-8 月、ジオン公国国慶節をきっかけにベラーズフリートは活動を開始。9月頃には月で潜伏生活を送っていたアナベル・バトー少佐もベラーズフリートに復帰しました。この当時の活動はあくまでゲリラ的なもので、騒乱となるほどの大規模なものではなかったようですが、0083-1 月、連邦軍のある計画を察知したことで状況は一変します。それが0081-10 月13日に連邦議会で可決された連邦軍再建計画の一環として、アナハイムエレクトロニクス社に発注されていたガンダム開発計画です。一年戦争勝利の立役者ともいえるガンダムをベースに、モビルスーツのさらなる高性能化を求めた本計画ですが、中でもベラーズフリートの目に留まったのがガンダム試作2号機となります。戦後連邦の軍は疲弊しきっていましたが、未だくすぶっているジオン残党及び各サイドに対して政府の優位性を維持するために強力な兵器の開発が求められました。そこで開発されたのが戦術核兵器を運用できるモビルスーツガンダム試作2号機です。モビルスーツクラスの格闘再兵器などベラーズフリートにとっても大きな脅威でしたが、彼らは逆にこれを利用することを画策します。こうして0083-7 月に立案されたのが星のクズ作戦でした。星のクズ作戦を通したベラーズフリートの目的は、コロニー落としによる北米大陸穀倉地帯への攻撃と、それに伴うスペースノイドの自治権確立です。地球は一年戦争時のコロニー落としの影響もあって各地で異常気象に見舞われていました。そのため特に農業が大打撃を受けており、地球の食料自給率が低下していたので、食料の供給はスペースコロニーへの協力を仰がなければなりませんでした。そんな時に数少ない穀倉地帯が消滅すれば、地球連邦政府は宇宙に対する食料依存度をさらに高めることになります。つまり宇宙に対する地球の依存を高めれば、スペースノイドの発言権が強化され、スペースノイドの自治権確立につながるとベラーズは考えたのです。そのための前段階として必要になるのがガンダム試作2号機でした。星のクズ作戦において試作2号機には2つの役割があったと考えられます。1つ目は連邦政府を糾弾するための材料です。一年戦争の時に結ばれた南極条約の条項の中には核兵器の使用禁止が謳われていましたが、南極条約は戦時条約なので、一年戦争終結に伴い効力が失われたと解釈できます。しかし書籍モビルスーツバイブル56号によると、連邦がジオンと一年戦争中に結んだ南極条約は一年戦争後も有効性は保たれたとされています。そのため連邦が条約を破って試作2号機を密かに開発しているという事実は、連邦がスペースノイド弾圧のため巨大な軍事力を行使しようとしているという証拠として機能し、ベラーズフリートの正当性を主張できると考えたのだと思われます。そして試作2号機ダッシュの理由2つ目は、搭載された核兵器による連邦艦隊の襲撃です。いかに地球圏最大の残党勢力といっても連邦との戦力差は明らかなので、その抵抗はゲリラ活動にとどまっていました。しかし試作2号機に搭載された核で連邦軍に大打撃を与えられれば、コロニー落としのような大規模な作戦に打って出ることも可能になります。そのため最終的に決定した星のクズ作戦の内容としては、まず第一段階として試作2号機で連邦軍艦艦式を襲撃し、連邦の主力艦隊の大半を潰して戦力を削ぐ。第2段階としてコロニーを強奪して月へ向けて発進。月軌道に入ったらアナハイムエレクトロニクスの協力のもと、コロニーの軌道を地球へ向けて修正し、連邦艦隊を月に引きつける。そして第3段階として連邦の残存艦隊を叩き、コロニーを北米へ落とすという算段構えでした。こうしてガンダム開発計画をきっかけにギレンザビの理想体現を画策したベラーズフリートは、0083-10 月13日星のクズ作戦を発動。オーストラリアのトリントン基地に移送されていたガンダム試作2号機がガトーにより強奪されました。これをガンダム試作1号機を搭載した強襲揚陸艦アルビオンが追撃しますが、
地上のジオン残党軍の抵抗は激しく、10日後、ガトーは試作2号機とともに宇宙へと逃れることに成功。そして同月末、試作2号機とともにエギー・ユレラーズは地球連邦軍に対して宣戦布告を行いました。なお、この時ベラーズフリートの星のく作戦は順調に進行していると思われましたが、その裏でベラーズフリートからの離反を進めていた勢力があります。それがシーマ艦隊です。一年戦争時のコロニーへの毒ガス注入などの責任を押し付けられ、敗戦後行く当てをなくしたシーマの艦隊は宇宙海賊として活動していました。その中で生き残るための術として、地球連邦軍のグリーンマイアットやアナハイムエレクトロニクス社との独自のパイプを築いています。そして008310月にはベラーズの招集を受けてベラーズフリートに参加。しかし本心ではジオンへの復讐心を宿しており、ベラーズに協力するふりをしながら独自に築いたパイプを通して作戦情報のリークやコロニー落とし直前の離反に向けて準備を進めていました。ただし作戦情報のリークに関しては密会へ向かう際にアルビオンに遭遇してしまったため失敗に終わっています。一方でアナハイムエレクトロニクス社のオサリバン・ジョグムとは星のくず作戦遂行のためコロニー軌道変更の協力を取り付けました。こうして多くの人間の思惑が交錯する裏で星のくず作戦は本格的に始動します。ベラーズによる宣戦布告があったにもかかわらず、008311月10日、連邦軍はコンペイトウと名前を変えたソロモンにて連邦の宇宙艦隊ほぼ全てを集めた観艦式を開催しました。これは人類に対して威信を見せるとともに襲撃してくるベラーズフリートを一網打尽にする意図があったとされます。そのためコンペイトウには強力な防衛網が敷かれており、襲撃してくるベラーズフリートのモビルスーツは次々に撃破されていきました。しかし肝心の試作2号機は阻止できず、短期での防御網突破を許してしまいます。そしてコンペイトウ湾内に突入した試作2号機は艦隊のはるか真上から核弾頭を発射。これにより連邦軍宇宙艦隊は3分の2以上が航行不能となり、ワイアットをはじめ多数の連邦将校が戦死しました。なおこの直後のアルビオン隊との戦闘により試作2号機と試作1号機は失われています。また同日コロニー公社によって移送されていたスペースコロニーアイランドイーズとアイランドブレイドの2機がシーマ艦隊によって強奪されます。そして2機のコロニーを衝突させ、その反動によりアイランドイーズが月のフォンブラウン市への落下軌道に入りました。これに対して連邦軍は観艦式で残存した艦隊を再編成し、コロニー落下阻止のため月へと向かわせます。しかし月へ近づいたコロニーに対してベラーズフリートと裏取引を行っていたアナハイムエレクトロニクス社は自衛を名目に推進用のレーザーをコロニーへと発射し推進剤を点火。これによりコロニーの軌道が修正され地球への落下コースに入りました。一方の連邦軍は星のくず作戦にまんまとはまり、月へと集結していた残存艦隊は推進剤切れによってコロニー追跡を断念。さらにベラーズは中立の立場を取り中域に待機していたアクシズ戦艦艦隊からモビルアーマーノイエジールを受領するなど万全を期してコロニーの行く手を阻む連邦軍との戦闘に備えました。しかし地球へのコロニー落下直前に事態は急変。連邦のジーン・コリニーとその部下ジャミトフ・ハイマンと裏取引を行ったシーマ艦隊が機関グワデンを占拠し、ベラーズの命を手土産に連邦へと寝返ったのです。またシーマと内通していたジャミトフはコロニー迎撃のため配下のバスクオムにソーラシステム2の配置を完了させていました。こうして作戦遂行が絶望となり戦闘も停止。しかしベラーズは自らの命を顧みずガトーに対して作戦続行を命令。これに激高したシーマによってベラーズは射殺されるものの、命令を受けたガトーたちはソーラシステム2の破壊へと向かい連邦軍機動艦隊と交戦します。迫り来るガトーとコロニーを前に焦ったバスクは準備が完了する前にソーラシステムを照射しますが、コントロール艦がガトーによって破壊されたため十分な熱量を与えることができず、コロニーはほぼ原型をとどめたまま地球へと落下していきました。なお連邦との交渉のカードをなくしたシーマ艦隊は連邦との取引を知らない試作3号機と遭遇してしまったことで全滅しています。一方のコロニーは
ガトーの活躍もあって軌道修正を完了。こうして008311月13日、コロニーは北米の穀倉地帯へと落下。デラーズフリートによる星のくず作戦は一応の成功を収めました。しかし、ソーラシステム2の照射や連邦軍との圧倒的戦力差により、デラーズフリートは壊滅。ガトーも残存部隊を逃すため、包囲する連邦軍に特攻を仕掛けて戦死しました。なお、連邦の包囲網を突破できたわずかな残存兵力は、戦闘中域後方で待機していたアクシズ先遣艦隊へと合流しています。こうして、多大な犠牲の先に、星のくず作戦は成功し、デラーズ紛争は終結しました。しかし、最終的には、デラーズの目論見と真逆の結果を招く形となります。まず、この戦いにより、ガンダム開発計画を進めたジョン・コーベンが失脚したことで、連邦内で、ジャミトフを中心とした派閥が権力を強めます。そして、デラーズフリートのような打倒連邦を目論むスペースノイドの目をつむべく、ジオン残党狩りを目的とした特殊部隊、ティターンズが設立されました。これにより、スペースノイドの発言権は強まるどころか、むしろ、連邦によるコロニー弾圧の姿勢は、より強固になっていきます。もともと、一年戦争がもたらした戦績から、アースノイドによる反スペースノイド感情は高まっていました。そのため、デラーズフリートのような過激な存在は、民衆に対するスペースノイド弾圧のお題目として好都合で、すべて連邦政府か下の政治的な運動に利用されてしまったのです。こうして、デラーズフリートは、多くのアースノイドの脅威になっただけでなく、連邦によるコロニー弾圧に拍車をかけ、スペースノイドの肩身を狭くする結果となってしまいました。なお、ティターンズが結成された同日、デラーズフリートに協力したアナハイムエレクトロニクス社のオサリバン常務が死亡。翌年 0084-3月10日にはガンダム開発計画は抹消され、コロニーの落下も移送中の事故と処理されたことで、デラーズ紛争に関する真相は歴史の闇へと葬られました。こうしてデラーズ紛争の結果、スペースノイドの弾圧を進めるティターンズが勢力を強めていく中、0084にはティターンズの立案で次期主力モビルスーツの開発計画である TR 計画が開始。予算はガンダム開発計画の残余予算と連邦による優遇処置から賄われていたため、この時期にはティターンズが連邦内での地位を確固たるものにしつつあったことが伺えます。また、スペースノイドに強い憎悪を持つバスクオムが司令官に就いたことや、ほぼアースノイドで結成されたエリート集団という意識が、ティターンズのアースノイド主義という先民思想を加速させていきます。結果、ジオン残党とは関係ないものの、連邦の在り方に疑問を抱くスペースノイドに対しても、弾圧を強めていきました。ただし、創設者であるジャミトフの狙いは、スペースノイドの弾圧ではなく、むしろ、地球からアースノイドを排除することにあります。ティターンズを利用して戦争を引き起こし、地球経済を追い込んでアースノイドを餓死させて根絶やしにすることがジャミトフの最終目標でした。そして、地球経済を疲弊させるほどの戦争を引き起こす相手として利用されたのが、ジオン残党軍であり、反地球連邦思想を持つスペースノイドだったのです。ちなみに、グリプス戦役における各陣営のトップは、基本的に地球からアースノイドを排除することを目的に行動しています。ただ、その方法は異なっており、ジャミトフとハマーンは、アースノイドを地球から抹殺することを画策。クワトロやブレックスは、議会政治によって地球からアースノイドを宇宙に上げようと画策していました。つまり、地球をアースノイドの支配から解放して再生を行う権力者争いが、グリプス戦役最大の目的と言っていいでしょう。しかし、そんなトップの思惑は、つゆ知らず、スペースノイドへの憎悪で動くバスクにより、ティターンズの残忍さは加速していきます。その結果、0085-7月31日に起きた、サイド1、30番地コロニーにおける反地球連邦政府運動に対して、バスクは、コロニー内に毒ガスを注入し、1500万人もの住民を虐殺する非人道的な事件を引き起こしました。この事件は30番地事件と呼ばれ、その残忍さから地球連邦は事件の隠蔽を図ります。こうした特別扱いが彼らのさらなる増長を招き、連邦は実質的にティターンズによって支配されていきました。また、ティターンズ兵士の中には一般の連邦軍人に対して
軍律を無視した横柄な態度を取る者も多く見られるようになり、ティターンズは一般軍人より1階級上という独自ルールすら横行するようになっていきます。こうして30番地事件をきっかけに反ティターンズ感情を抱く派閥の動きが活発になっていきました。こうして誕生したのが反地球連邦組織エウーゴです。エウーゴの設立者は連邦軍准将で連邦議会にも席を置くブレックス・フォーラー。ブレックスはティターンズの動きに危機感を覚え、連邦軍内部やアナハイムエレクトロニクス社から協力者を募り、独自のパイプを築き準備していました。そのため反地球連邦を謳っているものの、その規模と戦力は連邦軍内の一派閥と言えるものになっています。ちなみに反地球連邦を掲げているのは、当時の連邦が実質ティターンズによって支配されていたことに起因するもので、連邦政府の打倒が目的というわけではありません。エウーゴの特徴はスペースノイド色が強い点で、人員の多くはヘンケンベッケナーのようなティターンズのやり方に反感を抱くスペースノイド出身の連邦軍人で構成されています。ただ中にはアクシズから地球圏へ帰還していたクワトロ・バジーナことシャーズナブルのように旧ジオン公国の兵士も少数参加していました。そのため連邦軍内の派閥ではあるものの、軍事組織というよりもスペースノイドによるコミュニティのような側面を感じられます。なおエウーゴ設立前、ブレックスはジャミトフやバスクにその活動を危険視されて軟禁されていましたが、そこから救出したのはクワトロとされています。こうして多くのスペースノイドの協力を得てエウーゴは活動を開始しました。しかし当初は連邦軍内でティターンズが正規軍という意見が多数であり、さらにティターンズがエウーゴはジオン残党の集まりと世論操作をしていたことからエウーゴは劣勢に立たされていました。ただジャミトフの真の目的は戦争による地球経済の疲弊だったため、エウーゴ誕生はむしろジャミトフの望んだ展開でいいように利用されていたとも解釈できそうです。またエウーゴも決して内部状態が万全というわけではなく、議会での活動を重視したいブレックスと多大な戦果を上げて世間へ分かりやすくアピールすることを求めるアナハイムエレクトロニクス社というように、現場と出資者側での意見の食い違いも多く見られました。そんな中、ティターンズによる新型ガンダム開発の情報をキャッチしたことをきっかけに、エウーゴとティターンズの対立は表面化していきます。ティターンズはフラッグシップ機となる新型モビルスーツガンダムマーク2を開発、サイド7の頃にグリーンのアワンで運用試験を行っていました。0087-3月2日、そこへクワトロ率いるモビルスーツ隊が急襲。民間人であるカミーユリ団の協力もあって2機のガンダムマーク2がエウーゴの手に渡りました。当然ティターンズはフラッグシップ機の返還をエウーゴに要求。しかし返還を求めた交渉でバスクはカミーユの母親を生身のままカプセルで宇宙に放り出すという非人道的な作戦を実行。結果的に組織の残虐さを目の当たりにしたエマシーンの離反を招きます。このガンダムマーク2強奪を起点とした一連の事件がグリプス戦役開戦のきっかけとなりました。またエウーゴはガンダムマーク2を鹵獲したことからティターンズのモビルスーツ開発技術の吸収に成功。ゼータガンダムをはじめとした強力な主力モビルスーツ開発に着手し、戦力増強を図るなど活動を次のステップへと進めていきます。その裏で木星帰りの男バプテマス・シロッコが地球圏へと帰還しティターンズへと参加。また同時期に地球圏へ向けてジオン残党軍アクシズが移動を開始していました。そんな中、民を味方にしたいアナハイムエレクトロニクス社をはじめとしたエウーゴの出資者は連邦軍本部ジャブラオの制圧作戦を提案。戦力差や地球からの脱出の難しさ、現場は難色を示しますが、地球上のエウーゴ支援組織カラダの協力もあり作戦は承認されました。また作戦直前に連邦内で左遷されていた一年戦争の英雄ブライトノアのエウーゴへ参加し、アーガマの艦長に就任。こうして0087-5月11日、エウーゴはモビルスーツ部隊によるジャブローへの降下作戦を開始しました。ティターンズの部隊による執拗な攻撃を受けるものの、部隊の大部分はジャブローへの降下に成功します。しかしエウーゴの動きを事前に察知したティターンズにより、ジャブローの基地機能は事前に移転が済んでおり、わずかな守備隊が残されているだけでした。さらにテ
ティターンズはジャブローそのものを罠とし、侵入してきたエウーゴの部隊を地下に仕掛けた核爆弾でジャブローをもろとも一網打尽にしようと図ります。そんなティターンズの意図に気づいたエウーゴの部隊は核爆発前に脱出に成功。しかし連邦本部の制圧という当初の目論見は外れた上に、ティターンズの情報統制によってエウーゴがジャブローに核攻撃を行ったと印象操作され、むしろ世論からの反感を買ってしまう結果となります。このジャブロー侵攻作戦により戦火が拡大し、世間は地球連邦軍が派閥を2つに分けて抗争を開始したと認識するようになりました。その後、カラバの協力もあって地球へ降下したエウーゴのモビルスーツパイロットは宇宙へと帰還しました。一方、アムロレイが合流したカラバは地球での抵抗を本格的に開始します。香港シティでの戦いを経て、ティターンズの新拠点ニューギニア基地攻略作戦を実行。そんな中、0087 8月10日、宇宙ではティターンズが艦隊を集結させており、エウーゴに協力する月面都市フォンブラウンの制圧を目的としたアポロ作戦を開始。ジャミトフに取り入ってティターンズ内で頭角を現していたシロッコの巧みな計略により、フォンブラウンはティターンズに占領されてしまいました。しかしシロッコがバスクの副官であるジャマイカンの反感を買ったことで、占領直後にジャマイカンへ指揮権を譲り、ドモスギアと共に離脱。こうしてティターンズ側の戦力が分散したこともあり、アーガマ部隊に発電施設を占拠され、フォンブラウンは再びエウーゴに奪還されました。このように戦力で勝るティターンズに対してエウーゴは各地で善戦していましたが、8月17日、連邦議会に出席していたブレックスがティターンズによって暗殺されてしまいます。さらに連邦議会ではティターンズに連邦軍の指揮権を委ねる法案が満場一致で可決されました。こうして連邦軍は完全にティターンズの管轄下へと置かれます。その後、ジャマイカン率いる部隊はエウーゴに協力する月面都市グラナダに対してサイド4の無人コロニーを利用したコロニー落としを決行。結果としてエウーゴの活躍によりコロニーの軌道は変更され、グラナダへの落下は阻止されました。しかしティターンズの苛烈さはとどまるところを知らず、9月21日にはサイド2、25番地コロニーに対して G3 ガスによる攻撃を行います。これもエウーゴによって阻止されますが、一連のコロニーをめぐる作戦はティターンズの過激さを象徴する作戦となりました。そんな中、10月12日、ミネバザビを旗印とするジオン残党軍アクシズが地球圏へと帰還します。エウーゴはアクシズと手を組むため接触を試みますが、ブレックスナキアと指揮権を託されていたクワトロとミネバの摂政であるハマーンの個人的な確執により交渉は決裂しました。この隙にシロッコがアクシズと接触。ジオン残党狩りを掲げていたはずのティターンズがザビ家の復興を手土産にジオン残党の最大勢力と手を結ぶという異常事態が発生します。こうして情勢は一気にティターンズ優勢となりますが、11月2日、エウーゴは起死回生を狙いカラバとの共同戦線を敷いてティターンズの地球における最大の拠点キリマンジャロ基地に対して攻撃を仕掛けました。苛烈を極める戦いの末にキリマンジャロ基地は山頂ごと爆発して陥落。こうして地球での戦いの主導権を握ったエウーゴとカラバは一気に世論をエウーゴ側へ向けるための作戦に出ました。それがダカール演説です。11月16日、エウーゴとカラバの部隊がダカールで開催されていた連邦議会を占拠。そしてカメラを前にクワトロは自身がジオン大君の維持であることを明かし、ティターンズの非道さとエウーゴの正当性を全世界へ主張しました。さらに議会の放送を妨害しようと襲撃してきたティターンズが市街地や議会への被害も厭わない戦闘をする様も世界へ中継。シャアというスペースノイドのカリスマによる言葉とティターンズの実態が発信された効果は絶大で、テロリスト扱いされていたエウーゴの正当性が一気に認められます。逆にティターンズへの印象は著しく悪化し、各地で反対運動が巻き起こるなど、世論の印象は完全に逆転することとなりました。また連邦軍内への影響も大きく、ダカール演説を受けて放棄した連邦軍がエウーゴ艦隊と連携してコンペイトー駐留部隊へ攻撃を行うなど、連邦内もエウーゴ寄りになっていきました。一方で世論からの支持を失ったティターンズの行動は
より過激なものとなっていきます。その一環としてグリプス2をコロニーレーザーに改造。12月7日にはエウーゴに味方するグラナダや中立コロニーに対する見せしめとしてサイド2、18番地へ向けてレーザーを発射します。これによりコロニーの崩壊は免れたものの居住者は全滅しました。また12月14日にはコロニーレーザーをグラナダに移動させるための陽動作戦としてサイド2、21番地へ G3 ガスによる攻撃を行い住民を虐殺。なお直後にサイド2、13番地に対しても G3 ガス攻撃を行おうとしますがエウーゴの活躍によって阻止されました。しかしこの一連の陽動作戦によってグリプス2は着実に月面都市グラナダの射程圏内へと移動します。エウーゴはこれを阻止すべく改めてアクシズに対して協力を要請しました。そして12月26日シャアはハマーンと交渉。エウーゴからサイド3を譲渡することを条件にアクシズの協力を取り付けました。そしてエウーゴがティターンズを引きつけている間にアクシズは誤射に見せかけてグリプス2の核パルスエンジンを破壊。これによりグリプス2は停止し車軸もずれたためグラナダへの攻撃は不可能となりました。なおこの時アクシズは核パルスエンジン以外の損傷を出さないよう攻撃しており後に自分たちがコロニーレーザーを使う布石も打っています。その後ハマーンはジャミトフと接触し暗殺を狙うものの失敗。脱出後エウーゴと協力してティターンズと交戦しながらアクシズをティターンズの本拠地ゼダンの門へと衝突させて破壊しました。こうしてティターンズは宇宙における最大の拠点を失ってしまいます。さらにアクシズ軍はティターンズの守備が手薄になったグリプス2を制圧することに成功しました。一方戦力を大きく消耗し連邦軍からの支持も失われていた状況を打開すべくジャミトフはアクシズの旗艦ブアダンを訪れハマーンと再度の交渉に挑みます。しかしクワトロの乱入やサラの暴走により艦内は混乱状態となりました。それに乗じてシロッコはジャミトフを暗殺。その罪をハマーンに着せることで敵討ちを名目にティファーンズの実権を握りました。その後0088-2月2日エウーゴはグリプス2を奪取するためメールシュトローム作戦を決行。アクシズ軍に勝利したエウーゴがグリプス2を完全に管理下に置きます。アクシズ軍は報復としてアクシズを月面都市グラナダへ落とそうとしますがエウーゴが奪取したコロニーレーザーを照射。アクシズの軌道変更に成功しました。なお同時期にシロッコが自身の配下のモビルスーツ部隊をドモスニアへと差し向けてバスクを暗殺しています。この頃には3勢力の戦力はかなり疲弊していたもののグリプス2を掌握しているエウーゴが他勢力より有利となっていました。そのため0088-2月20日ティターンズとアクシズはエウーゴ艦隊に総攻撃を開始。アーガマ部隊も救援に駆けつけ最大戦力を投じた三つどもえの最終決戦が始まりました。多くの犠牲もありましたが最終的にはグリプス2を守りきったエウーゴのコロニーレーザー攻撃でティターンズ艦隊は壊滅的な打撃を受けます。また指導者であるシロッコも死亡したためティターンズは実質的に壊滅しました。なおティターンズ兵のほとんどはエウーゴへと投降しました。しかし中にはエウーゴに主導権を握られることを良しとしない一部のアースノイドもいて連邦政府に対して反旗を翻しています。それが0088-1月25日から同年4月5日まで続いたフェズンの反乱です。こちらはガンダムセンチネルで描かれた内容で地球至上主義を掲げる地球連邦軍共同体の一部の将校がニューリサイズと名乗って決起し小惑星基地フェズンを制圧。ネオジオンの抵抗もあって大戦力を回せなかった連邦は反乱の鎮圧のため少数精鋭のタスクフォースアルファを送り込んでいます。また先を見据えたアクシズは戦力を温存するためにレーザー発射後には早々に撤退。こうしてグリプス戦役は一応エウーゴの勝利によって終結しました。しかしエウーゴも多くのエースパイロットを喪失し戦力の大半を失った上に組織の実質的な指導者だったクワトロが消息不明となってしまいました。そのため連邦の対応は大幅に遅れてしまい
グリプス戦役で戦力を温存していたアクシズ軍が漁夫の利を得る形で戦後の主導権を握りました。そしてミネバラ・オザビを旗印にした新たなるジオン、ネオジオンと名を改め本格的に活動を開始します。その目的は連邦と終戦条約を結んだ現在のジオン共和国の制圧とザビ家が支配していたジオン公国の復活でした。その中心にいたのがミネバの摂政であるハマーン・カーンです。しかし当のハマーンの目的はザビ家を復活させることではなく、ザビ家を利用した新たな支配階級であるネオザビファミリーを作り出すことにありました。ただ作中で地球にしがみつくバカどもを抹殺できなかったと語っていることから、ネオザビファミリーの確立は中期的な目標に過ぎず、真の目的は地球に住むアースノイドの排除だと考えられます。つまり地球を汚染するアースノイドを排除するために、かつてザビ家が掲げていた地球の民は有料種であるスペースノイドによって管理されるべきという先民思想を利用しようという目論みがあったと思われます。ただハマーンはそうした内に秘めた野望を決して表に出さず、ジオン復興を信じる者たちを率いて地球への侵攻を始めるのでした。グリプス戦役から1週間が経った宇宙世紀 WO882 月29日、ネオジオンと名を改めたアクシズは各コロニーを制圧するため進軍を開始。通常であればジオン残党軍最大勢力といえども、各コロニーに部隊を分散して制圧するなど不可能だったでしょう。しかし先のグリプス戦役で連邦軍の2大派閥だったティサーンズとエルーゴが潰し合い疲弊したことで、宇宙における連邦の支配力は大きく低下していました。またこの時期アクシズは次々と新型モビルスーツを投入していたため、機体性能に関しても連邦機の性能を上回っていたと思われます。第一次ネオジオン構想は両陣営とも人材に不足していたためか、1対多を想定した大火力の第4世代モビルスーツが台頭した時期でもありました。こうして連邦の立て直しが大幅に遅れたことや、投入されたモビルスーツの質の差など相まって、各コロニーはネオジオンの部隊に次々と占領されていきます。なおただ武力による制圧を目指していたわけではなく、マシュマーセロのように各コロニーの偵察と根回しを行い、ゆくゆくは政治的な支配を目論んでいた召喚も見られました。一方のエウーゴはグリプス戦役でラーディッシュをはじめ戦力の過半数を失っています。機関アーガマも多くのモビルスーツパイロットを失い、稼働できるモビルスーツはまともに残されていない状態。しかもティターンズの崩壊によりエウーゴの目的は果たされたと考える者もいたようで、組織の力は非常に弱まっていました。それでもグリプス戦役を経てアーガマの底力を知ったハマーンはアーガマを警戒しており、マシュマー率いるエンドラ隊に対してアーガマ追討命令を出しています。そんなことはつゆほども知らないアーガマは、修理補給や負傷兵の入院を目的に WO883 月1日サイド1のシャングリラへと寄港。また前後してネオジオンの巡洋艦エンドラが入港してアーガマと戦闘状態になるも、シャングリラに住むジュドーアーシタたち少年少女の力によって退けられています。これ以降アーガマはジュドーたちを新たな戦力に加え、エンドラ隊と幾度も戦いを繰り広げていきました。その後3月25日、アーガマとエンドラは幻のコロニームーンムーンへ寄港。激戦の末にエンドラは轟沈しました。しかしアーガマがエンドラと小競り合いをしている間に、ネオジオンは着々と各サイドを掌握していきます。一方のエウーゴは戦力の再建が進まず、ハイパーメガ粒子砲を装備したアーガマ一隻でのアクシズ攻略を命令するほど逼迫した状況にありました。結果としてアクシズに潜入したジュドーの静止もあって、アーガマの攻撃は核パルスエンジンへのみにとどまっており、アクシズの破壊には至っていません。そんな中、アフリカのダカールにある連邦政府本部はネオジオンから送り込まれた工作員によって懐柔され、事実上制圧されていました。そして各コロニーを制圧して宇宙での主導権を完全に掌握したネオジオンは、7月頃にはハマーン指揮のもと部隊を地球へと降下させ地球侵攻を始めます。そんなアクシズの動きを察知したエウーゴはまたもアーガマ短艦にネオジオン艦隊の地球降下阻止を命じました。しかしアーガマのガンダムチームだけでは艦隊を抑えるには至らず、ネオジオンの先遣隊によってダカール守備隊は壊滅。さらにネオジオンは
地球各地の旧ジオン残党軍やティターンズ残党を吸収。またアフリカの地元民に金を渡してモビルスーツの操縦法を教え戦力にするなど、地球制圧のための地固めを着々と進めていました。疲弊していた連邦軍はこれに対抗できず、あっさりとアフリカにおける主導権をネオジオンへ渡してしまいました。そこでアーガナは地球の反アクシズ勢力であるカラバと共同戦線を指揮、挟み撃ちにする作戦を計画します。そのためガンダムチームは一旦アーガナから離れ、一足先にダカールへと潜入。一方のネオジオンはダカールでミネバを担ぎ上げて大規模なパレードとパーティーを開催し、地球連邦に対して自分たちの力を見せつけていました。それに乗じてガンダムチームはダカールに対して奇襲攻撃を決行。ネオジオンをダカールから撤退させることに成功しました。なお同時期にハマーン不在のアクシズを叩くため、メッチャームチャ率いるエウーゴ艦隊がソーラシステム2を用いた攻撃を仕掛けますが、超巨大太陽発電装置ラーフシステムにより照射エネルギーが吸収されてしまい、作戦は失敗しています。その後ダカールから退いたネオジオンは地球侵攻を進めるべく動きます。この時グレミートとは青の部隊と行動を共にする中で野心が芽生え、自分こそがザビ家の真の継承者としてハマーンに反旗を翻すため暗躍を始めます。一方アーガナはカラバからの要請を受けて連邦政府に協力を求めるべく、ダカールから脱出した連邦の高官が潜伏するダブリンへと向かいました。しかし高官たちはネオジオンと戦うどころかサイド3を与え和平交渉を行おうとしていました。そんな中10月31日、ネオジオンは地球に対して力を誇示し、エウーゴやカラバの動きを封じ込めるためダブリンへ向けてサイド4のコロニーを落下させました。しかしネオジオンとの和平を望む連邦政府はこの情報を隠蔽。そのため連邦政府は避難勧告すら出しておらず、ネオジオンの部隊が市民の脱出を妨害したため多数の民間人の犠牲が出てしまいました。こうしてコロニー落としを成功させたネオジオンに対し、地球連邦政府は停戦条約の締結と引き換えにサイド3の譲渡を認めます。そしてハマーンはサイド3へと移り、ジオン発祥の地とされるコロニーコア3を活動拠点に据えました。これに対抗するためネールアーガマを受領したガンダムチームはサイド3を目指して進軍。なおエウーゴは戦力の再編を進めていたものの、指導者なき上層部の動きは緩慢で迅速に対抗できたのはネールアーガマだけでした。一方地球での戦いを経て戦局はネオジオン有利へと傾いていましたが、掌握したサイド3の市民からの支持は得られず、反乱分子による内乱に悩まされていました。さらにグレミート党を中心とした派閥が内乱を起こし、小惑星アクシズを占拠。同時にプル2をコア3へと潜入させ、ハマーンの暗殺を企てますが失敗しています。こうしてネオジオンはハマーン軍と摂政の立場を利用し傀儡的支配を行うハマーンを良しとしないグレミー軍に二分され、内乱状態へと突入しました。そしてWO89-1月9日、コア3の中域でハマーン軍とグレミー軍が激突。数ではハマーン軍が有利でしたが、グレミー軍はクインマンサやドーベンウルフ隊などサイコミを活用した高性能モビルスーツを多数投入し、ハマーン軍と互角以上の戦いを見せました。なお同時期には連邦艦隊がグラナダを出発し、サイド3へと進軍を開始しました。しかしネールアーガナはグレミーとハマーン軍を同時に叩くため、連邦艦隊との合流を待たずにアクシズへと向かっています。その後ハマーンは全軍を挙げてグレミー軍が占拠したアクシズへと進行。戦局が混乱を極める中、グレミー軍はニュータイプ部隊を出撃させ、さらにアクシズの居住チック核モウサをハマーン艦隊へ向けて投射して一気に勝負を決めに行きました。ハマーン軍の激しい抵抗によりモウサによる攻撃は失敗しましたが、アクシズが衝突してコア3は大きく損傷。両軍のエースパイロットたちも戦死。さらにアクシズへ侵入してきたガンダムチームとの戦いでグレミーが戦死しました。こうしてグレミーが起こした内乱はハマーン側の勝利で幕を閉じますが、両軍とも戦力を消耗しきってしまい、迫り来る連邦艦隊に抵抗するほどの力は残されていませんでした。そしてWO89-1月17日、
ジュドーと決着をつけるべく出撃したハマーンが戦死しました。また再度軌道が変わったムーサが衝突したことでコア3はさらに崩壊。指導者も帰る場所も失ったネオジオン軍。駆けつけた連邦艦隊へ太刀打ちする余力は残されておらず、残存戦力の大部分は連邦に降伏しました。なおネオジオンの機関サダラーンが連邦へ投降した際に担ぎ上げられていたミネバは実は影武者だったことが判明しており、本物のミネバはグリプス戦役後にはシャアによって連れ出されていたようで、以降数年にわたって歴史の表舞台から姿を消すことになりました。こうして第一次ネオジオン構想はネオジオンの内乱による自滅と、それにより漁夫の利を得たエウーゴの勝利で幕を閉じました。エウーゴとティターンズという連邦軍の内乱に付け入る形で地球圏の主導権を握ったネオジオンが最終的には組織の内部分裂により連邦に制圧されるという皮肉にも歴史は繰り返される結果となっています。こうして第一次ネオジオン構想は終結し、戦後の主導権はエウーゴが握りました。しかしスペースノイドの意思を反映させて人類を地球から宇宙へ上げるという当初のエウーゴの目的はブレックスやクワトロを失ったことで形骸化していました。そのためエウーゴは従来の連邦軍による官僚主義的な体制に飲み込まれていき、事実上崩壊します。その結果宇宙は地球に住む一部の特権階級によって搾取される状況へと逆戻りしてしまいました。なお第一次ネオジオン構想と時を同じくして火星ではベラーズ紛争後に火星へ逃げ延びたギレン派のジオン残党レジオンとキシリア派のジオン残党ジオンマーズによるレジオン建国戦争が勃発していました。この時ジオンマーズはアクシス支援のためにチェスタージュニア率いる艦隊を地球圏へ派遣していましたが、到着した時ハマーン軍とグレミー軍が内紛状態だったため巻き込まれるのを嫌い帰還することを選択。第一次ネオジオン構想後はアクシズの敗残兵を含む移民船団を伴って帰還しました。しかしその時にはレジオンが火星の主導権を握っており、ジオンマーズ艦隊は全滅させられ、アクシズの残存兵はレジオンへと吸収されています。第一次ネオジオン構想終結後、アニメ作品としては4年後のシャアによる第二次ネオジオン構想につながりますが、その空白の4年を描いた物語がいくつか存在します。まず漫画機動戦士ムーンガンダムです。指導者の死亡でネオジオン兵たちが統制を失う中、迫り来る連邦艦隊への対処は各将兵の判断に委ねられました。この時指導者を失ったことで大半のネオジオン兵は投降を選びますが、ジオン再興を目指しての撤退を選択し、連邦との交戦を選択する者も少なからずいました。しかし数で勝る連邦艦隊には対抗できず、残党軍は次々と撃破されていきます。そこで自ら戦線に赴き、多くの兵士を救った将校がいました。それがリュース・クランゲル少佐です。リュースはゲーマルクの系譜に連なる機体ダグドールに登場し、迫り来る連邦のモビルスーツ部隊と交戦。残存したネオジオン将兵たちを言葉巧みに奮い立たせ、自分の派閥へ引き込む形で機関グワーシャへと誘導しました。これにより残存する戦力を吸収することに成功したリュース派は、ジオン残党軍の中でもトップレベルの力を持つ派閥へと成長していきます。しかしリュースの派閥がネオジオン最大勢力となることはありませんでした。それはシャアーズナブル元イキャスバルレム大君に被験するほどのネームバリューがなかったからです。リュースはトト家に被験するジオンの名家クランゲル家の出自でしたが、第一次ネオジオン構想以降、旧ジオン公国以来の貴族の力は廃れていたので、リュースはジオン大君の維持に負けないようなブランド力を持つ旗印を求めていました。そこで目をつけたのがミネバラ・オザビです。ハマーン率いるネオジオンが担ぎ上げていたザビ家の維持であるミネバはジオン残党にとって大君にも負けない価値を持っていました。しかし第一次ネオジオン構想の終結後、連邦に投降したミネバは影武者であり、本物のミネバの動向は長らく行方不明となっていました。そのためリュースはミネバを探し出そうと画策します。一方でこの頃の連邦軍は表面上の勝利に満足し、宇宙への関心を失っていきます。そのため反地球連邦組織への対策をあまり講じておらず、度重なる紛争で生じた難民問題を解消する政策も、コロニー2機を改造したものに強制的に難民を収容するといったずさんなものでした。そのため
地球と宇宙の圧力は以前よりも悪化しており、スペースノイドの反連邦政府感情は徐々に強まっていきます。0090に入ると、反地球連邦組織の活動は激化し、テロや小規模な戦闘が頻発していきました。こうして宇宙の抵抗が激化したことで、連邦も重い腰を上げ、同年3月21日に設立されたのが、連邦宇宙軍独立機動艦隊ロンドベルとなります。エウーゴやカラバの部隊、そして一年戦争の英雄アムロレイも着任。ネール・アーガマが機関として選ばれ、ブライト・ノアが艦隊司令を務めることになりました。こうして反連邦組織の捜索や掃討を行うべく結成されたロンドベルですが、任務の重大さに対して戦力の規模はかなり小さく、ゼータガンダムを要請しても却下されるなど、現場からの戦力増強要請もなかなか受理されない状況が続きます。これは連邦上層部にティターンズ増長のトラウマが残っていることや、ブライトやアムロに造反された時を危惧しての処置だと考えられます。それでもロンドベルは少ない戦力の中で独立部隊ゆえのフットワークの軽さを生かして様々な有事に対応していきました。0091にはティターンズ残党のカルサイコガンダムマーク4 G ドアーズと交戦し、これを撃破。また0092にはミネバを護送する偽装貨物船アタラント3を発見。アタラント3とロンドベル隊が交戦したことをきっかけに、幻のコロニームーンの少年ユッタ・カーシムがミネバと出会い、ムーンガンダムに登場することになります。こうしてミネバを求めるリュース派、北極に潜伏する大軍派ロンドベルによる戦いが繰り広げられていきます。ただこのミネバも実は影武者の一人で、一部の人間はそれに感づいている上でミネバの名を持つ少女を利用しようと暗躍しています。またこの頃の影武者ミネバは他にも登場している作品があります。それが漫画逆襲のギガンティスです。本作では0091木星圏で働く児童の元へアムロがやってきて、ジオン残党が開発しているという超大型モビルスーツを阻止するべく動きます。最終的に起動してしまった伝説巨人にミネバが取り込まれてしまいますが、アムロ、シャア、ジュドーの共闘により無事破壊に成功。最終的にアムロとシャアは地球圏へ帰還し、ミネバはミネバーシタとしてジュドーの元に残るのでした。なお本物のミネバが再び歴史の表舞台に立つのは0096のラプラス事変となります。ゲーム UC エンゲージや PS 用ゲーム機動戦士ゼータガンダムでは、シャアの手によって本物のミネバがアクシズから連れ出される様が描かれているので、本物のミネバはシャアに連れ出された後しばらくは行動を共にしていたものの、何らかの理由でシャアと友とを分かち、それからは甲虫貨物船ガランシェールで逃亡生活を行っていたと考えるのが良さそうです。また第一次ネオジオン戦争終結から半年後、大軍派でもリュース派でもないネオジオン残党が活動を始めていました。それが漫画機動戦士ガンダムバルプルギスで描かれるハマーンの妹セラーナ・カーン率いる派閥です。姉とは異なり、セラーナは戦争を嫌う穏健派で、ネオジオンが敗北した際には連邦による降伏勧告に従うよう進言していました。しかし降伏勧告を良しとしない将兵たちは連邦軍の挑発にはまる形で次々に撃墜されていきます。そこでセラーナはキューベレイの発展型であるプロトタイプディマーテルで出撃。戦闘中にホロスコープで投射したハマーンの大型立体映像を通してネオジオンの将兵に戦闘中域からの撤退を訴えかけました。これにより多くの将兵を撤退させることに成功します。しかし撤退した将校の多くは連邦が疲弊している隙を突くために戦闘の早期再開を求め主戦論を唱えていました。それに対してセラーナは連邦以上に疲弊した軍ではスペースノイドの自治独立を達成できないと考え、強硬派を抑える力を得るため自身に強化処置を施します。そしてセラーナは記憶すら書き換えハマーン・カーンへと成り代わりました。こうしてハマーンの名をもってネオジオン残党を掌握し、0089-7月にはサイド2コロニーオリンポスへ侵入。シロッコの人格と記憶を引き継ぐ少年マシロオークスのオーベロンと交戦しています。こうして各地でネオジオン残党派閥が力を蓄える中、シャアも軍備増強のため暗躍していました。その動向はいくつかの作品で描かれています。
まず漫画逆襲のシャアビヨンドザタイムです。本作ではシャアは新型モビルスーツの開発を行うためにナイ・ミゲルの研究していたサイコフレームに目をつけます。一年戦争時フラナガン機関によりスタートしたサイコミ研究ですが、第一次ネオジオン構想頃には一般兵用の装置が開発できるほど研究は進んでいました。これにより誰でもニュータイプのような力を発揮できると可能性を感じた研究者たちは、より人体や精神に影響を与えずかつスムーズに人の意思を感知できる装置の開発も進めていました。そのうちの一つがナナイの下で行われていたサイコフレームプロジェクトです。サイコミ機能を素材そのものに内蔵することでモビルスーツに搭載する際の省スペース化と設計そのものの自由度向上にも貢献できる画期的な技術でした。これに目をつけたシャアはナナイの協力を取り付け、サイコフレームの研究とそれを搭載したモビルスーツの開発を進めていきます。その一環として機動戦士ムーンガンダムではサイコフレームを機体の構造部ではなくファンネルそのものに組み込んだサイコプレートを開発していました。なお開発を秘密裏に進めるため似た県の技術者も合流していたティターンズ残党へ一連の情報をリークすることでサイコガンダムマーク4ジードアーズを建造させています。その後性能の実証を行い用済みとなった後はシャアが匿名でロンドベルへと通報。アムロのリックディゼによってジードアーズは撃破されました。なお撃破されたジードアーズのサイコプレートと頭部は後にバルギルへ移植されてムーンガンダムへと名を変え再びアムロと交戦しました。この時の戦闘でアムロはムーンガンダムのサイコプレートがフィンのような形状をしていることに着目し、フィンファンネル開発のヒントにしています。一方のシャアは南極基地に潜伏し、サイコプレートの開発データをもとにサイコフレーム搭載機の開発を進めていました。0092頃にはサイコバウやサザビー初期試験型を開発し、重力下での運用試験を行っています。なおシャアが地球にいることをロンドベルは察知できませんでしたが、これはネオジオンと連邦議員との密約により黙認されていたからでした。作中ではアタラント3に潜入している内通者の活躍によりムーンガンダムに登場していたユッタとミネバが南極へ降下。これによりシャアはミネバを保護することになります。しかしムーンは連邦や領商会と麻薬の取引を行っていて、ミネバがそれを知ってしまっていることから口封じのためにロンドベルを危険な南極へと降下させています。また領商会も独自のモビルスーツ102匹を投入し、ミネバ暗殺をするべく動いています。次に漫画 MSVR ジョニー・ライデンの機関におけるシャアの活躍についてです。0089連邦政府は一年戦争期の混乱で散逸した資料の収集検討と編纂保存をフェデレーションサーベイサービスへと委託しました。そして0090 FSS のモビルスーツパイロットレッドウェイラインはキマイラ対技術部隊ヒドラのモビルスーツ回収専用艦ミナレットと環境破壊兵器アスタロスを賛否するザビ家の復讐装置をめぐる戦いへと巻き込まれていきます。本作ではコンペイトウ空域でシャアは姿を現しました。もともとは近くの中域で装備テストを行っていただけでしたが、戦闘の光を見るやサイコフレームのテスト用リジョに登場し、レッドたちの戦闘へと介入しました。そして中域にいたモビルスーツを一気に相手取り、最終的には機体を半壊させるほどの負荷をかける戦闘を行っています。なおこの時期のシャアは迷いがないため歴代でも屈指の戦闘力を誇っており、ヤザンから本当にあの金ピカを操っていた男かと言われるほど圧倒的な実力を見せつけていました。その後アルレット・アルマージュやダントン・ハイレッグを月のアナハイムエレクトロニクス社へと向かわせ、サザビーの開発を進めるのと同時に開発中のニューガンダムの偵察を命じています。この際アルレットがニューガンダムを普通のガンダムと評価していたことから、シャアはアムロへのサイコフレームの提供を決断したと思われます。その後の旧アバオア空中一機におけるミナレットをめぐった戦闘では、ヤクト動画開発用のテスト機ディジェトラバーシアで出撃。しかしミナレットが起動してダッシュが不可能と見ると、連邦の手に渡さないためにミナレットの破壊へと作戦を変更しました。もともと自身の地球人類の粛清という目的にザビ家の復讐装置は必要ないと考えており、あくまで確保できた際のセカンドプランと定めています。
また、アムロと決着をつけることを何より優先しているため、宇宙が滅んではアムロが出てこないという考えから、ミナレットをダッシュではなく破壊へと切り替えていました。これらのように、第一次ネオジオン構想と逆襲のシャアをつなぐ空白の4年間は、様々な漫画作品で描かれています。他にも、漫画ダブルフェイクアンダーザガンダムでも、0090を舞台とした物語が展開されていました。本作では、スペースノイドの反連邦政府感情が高まり、各地でテロが発生。これに対抗するため、連邦の主導で、コロニー公社によるコロニー再建計画が進められますが、秋コロニーは、テロリストが住み着いているケースが多く、連邦軍の護衛なしでは、再建もままならないほど治安が悪化していました。そんな情勢下で、自身で組み上げた D ガンダムを狩る主人公、ダリーニエル・ガンズが、ネオジオン軍との戦いに挑んでいくことになります。なお、本作でシャアは登場しないものの、作中の人物からは大佐と呼ばれ、たびたび言及されていました。ちなみに、時系列的にはムーンガンダムなどと同じですが、ムーンガンダムでは、イリアパゾムがリュースの部下になっているのに対し、ダブルフェイクでは、シャアの部下になっているなどの矛盾点があります。しかし、ガンダム F90 ファステストフォーミュラの年表で、本作の事件が掲載されていたりするので、どちらを正史とするのか、扱いが非常に難しい作品となっています。また、ゲーム UC エンゲージでは、シャアは、胸部が複雑仕様のサザビーに登場。スイートウォーターの選挙に向かうことをアムロに告げるために姿を現し、アムロのリック・リジェと交戦しています。このように、0090頃の歴史は、すべての作品を同時系列として扱おうとすると、矛盾点が各所に見られるので、個々のファンが好きな物語をつなぎ合わせて解釈しておくのがいいのかもしれません。こうした空白の4年を経て、物語は映画逆襲のシャアで描かれた第2次ネオジオン構想へと移ります。戦いの鍵となるのはサイコフレーム。これは、もともとは、ナナイ・ミゲルが研究していたもので、ニュータイプが出すカンノウ波で、モビルスーツや兵器を動かすための新素材です。これに目をつけたシャアーズラブルは、ナナイの協力を取り付け、サイコフレームと、それを搭載したモビルスーツの開発を進めていきました。サイコフレームは、金属粒子レベルのコンピューターチップに、サイコミュ機能を内蔵した部材です。この技術により、サイコミュシステムの大幅な小型化に成功。従来は、モビルアーマークラスの機体にしか搭載できなかったサイコミュシステムを、モビルスーツサイズの機体にも搭載可能になりました。その後、ネオジオンは、アナハイムエレクトロニクス社の月面グラナダ工場の協力を経て、ニュータイプ専用機であるヤクト動画やサザビーを開発。モビルスーツの反応速度が著しく向上したので、ロンドベルのモビルスーツに圧倒的な性能差をもたらしました。しかし、アムロとの対等な戦いによる決着を望んでいたシャアは、ニューガンダムを開発していたアナハイムエレクトロニクス社の月面フォン・ブラウン工場へとサイコフレーム技術をリーク。これにより、サイコフレーム技術は、ネオジオン、連邦の両陣営へと渡ることになりました。そして、宇宙世紀0093、第2次ネオジオン構想にて、サイコフレームを搭載したモビルスーツが初めて実戦投入されます。この戦争では、当初シャアは新生ネオジオンを放棄し、サイド1のスイートウォーターを占拠。地球連邦に対して事実上の宣戦布告を行いました。その後、小惑星フィフスルナを占拠して、この時の連邦本部があるチベットへ、フィフスルナの落下に成功。これをもって、シャアは地球連邦政府に和平交渉を申し入れ、武装解除し、アクシズをスイートウォーターに輸送するという形で合意します。しかし、シャアの真の狙いは、アクシズを地球に落とし、地球を核の冬にすることで、人類を宇宙へ移住させて人間を進化させることにありました。こうして、これを阻止せんとするアムロやブライトたちが、仲間の命をもらい、戦っていくことになります。サイコフレームを搭載したニュータイプ専用機たちは、戦場で猛威を振るいますが、その進化は、小惑星アクシズの落下時に発揮されました。激しい戦闘の末、結果的に、ロンドベルの激しい抵抗が手助けとなり、アクシズは地球へと落下を始めます。この絶望的な状況でもアムロは諦めず、ニューガンダムでアクシズに取り付き、たった一機で隕石を押し返そうとしました。そんなアムロの意志が、サイコフレームを通じて戦場にいた人々へと伝播し、敵味方関係なく、次々にモビルスーツがアクシズに取り付きます。
こうしてサイコフレームのもとに多くの意識が集中した結果、サイコフレームから発生した虹の光がアクシズを包み、地球の引力圏から引き離しました。この一連の現象はアクシズショックと呼ばれ、人々の心に良くも悪くも希望として刻まれます。こうしてまさしく奇跡を起こしたサイコフレームですが、その能力は開発した研究者たちの想定を超えていました。そのため連邦はサイコフレームを人知を超えた制御が効かない技術として恐怖を抱きます。また連邦はアクシズショックがニュータイプ的な現象として世間に喧伝されることで、スペースノイドのジオニズム思想の糧になることを懸念しました。そのため第2次ネオジオン構想後、連邦政府は表向きにはサイコフレームの研究開発の中止を発表。しかし発表の裏で例外としてある計画のためにサイコフレームの研究は進められました。それが UC 計画です。 UC 計画は宇宙世紀王100を契機にジオニズムおよびニュータイプ神話の根絶を目的に立案されました。ジオンの勢力は第1次ネオジオン構想や第2次ネオジオン構想を経て大きく弱体化しています。しかしジオンの反乱を支えるジオニズムとその根幹たるニュータイプ思想はスペースノイドに強く根付いたままでした。そこで連邦はジオン共和国の自治権が連邦政府に転換される宇宙世紀王100を契機に反連邦政府勢力の根絶を目指します。そのために人の革新とされるニュータイプ神話を否定できるアンチサイコマシーンの開発が進められました。そして全身にサイコフレームを搭載した試験機として開発コードスタイン01ことシナンジスタインが開発されます。本機はメインフレームにサイコフレームを採用した際の機体強度や耐久テストを目的に開発された機体で、2機以上が製造されています。パイロットの脳内イメージを直接機体にフィードバックさせるインテンションオートマチックシステムを採用したことで、機体精度と追従性は徹底的に向上しています。逆にパイロットへの負荷は想定されておらず、一般的な兵士では扱えないような機体として完成しました。そして0094にはうち1機が連邦とアナハイムエレクトロニクス社の一部の暗躍により強奪に見せかけてネオジオン残党の袖付きへと譲渡されています。この背景には UC 計画の成果を大衆へアピールするための下準備の側面があったようです。いくらニュータイプを否定するサイコマシーンを製造しても、肝心の倒すべきニュータイプがいなければ UC 計画の存在意義がありません。また第2次ネオジオン構想に敗北し指導者であるシャアを失ったジオン残党の勢力は大きく弱体化していました。そこで立案されたのがジオン残党へのシナンジスタイン譲渡でした。連邦軍はあえてジオン側にサイコマシーンを渡すことで、サイコマシーンを狩るジオンのニュータイプと連邦の開発したアンチサイコマシーンが対決する構図を作り出そうとしました。つまりシナンジスタインの譲渡は UC 計画のやられ役作りだったということになります。こうして袖付きの元に渡ったシナンジのうちの1機は実戦用の改修が施され、フルフロンタルの専用機として運用されていきます。一方アナハイムエレクトロニクス社はシナンジスタインから得たデータをもとに UC 計画のフラッグシップ機として2機のフルサイコフレームモビルスーツを開発します。それが RX0 ユニコーンガンダムとユニコーンガンダム2号機バンシーです。なお1号機と2号機のデータをもとにアナハイムエレクトロニクス社ではなく連邦軍主導で開発された3号機フェネクスも存在します。ユニコーンガンダム最大の特徴はニュータイプを抹殺することを目的としたニュータイプデストロイシステムです。ニュータイプや強化人間のサイコミュ感脳波を探知することで作動し、真の性能を発揮するという代物ですが、パイロットへの肉体的精神的負担が大きく、稼働時間は5分が限界とされています。ちなみにNTD 発動中は全身のサイコフレームが発光しますが、開発に関わったものですらなぜ光るのかわからないと語っており、サイコフレーム技術の底知れなさがうかがえます。こうして連邦軍が望んだアンチサイコマシーンは完成しましたが、ニュータイプ論を消し去りたい連邦の思惑とは真逆の活躍を見せることになりました。その発端はアナハイムエレクトロニクス社に強いパイプを持つビスト財団の総主サイアムビストの思惑にあります。サイアムは宇宙世紀王100の到来とともにジオンの自治権が連邦へ返還されることで、地球圏が
連邦によって完全に統治されることを恐れていました。そこでサイアムは連邦政府の支配体制を脅かしかねないタブーであるラプラスの箱の解放を決意。そんな宗主の意思を組んだ2代目当主カーディアス・ビストは UC 計画のフラッグシップ機であるユニコーンガンダムを利用することを思いつきました。そしてカーディアスはアナハイムエレクトロニクス社とのつながりを利用し、ユニコーンの NTD システム開発の際に密かにラプラスプログラムを組み込みます。ラプラスプログラムはユニコーンに搭載された NTD が発動するたびに箱の所在へと段階的に案内するシステムで、これによりユニコーンは箱を見つけるための鍵の役割を与えられました。そして0096インダストリアル7にてカーディアスから袖付きへと鍵が譲渡されるはずでしたが、カーディアスの動きを良しとしない妹マーサビスト・カーバインの妨害によって鍵の譲渡は失敗しました。そこで鍵であるユニコーンガンダムを破壊しようと向かった際に息子のバナージ・リンクスと再会。こうしてバナージがユニコーンガンダムに登場することになり、袖付き連邦軍アナハイムエレクトロニクス社ビスト財団がラプラスの箱をめぐって戦うラプラス事変が繰り広げられました。そして最終的にユニコーンとバンシーはコロニーレーザーを防ぎ切るほどのサイコフィールドを発生させるなど人知を超えた力を発揮。結果としてユニコーンは連邦の目的に反しニュータイプの可能性を示す機体となったため、 UC 計画は宇宙世紀王100を待たずに失敗しました。同時にサイコフレームの技術は未だ人類には扱いきれない代物と見放されます。そのためラプラス実験後、連邦とミネバ率いるジオン残党の間でサイコフレームの研究製造を禁止およびユニコーンとバンシーを封印解体する協定が結ばれました。しかし0097には封印協定があるにもかかわらず複数のフルサイコフレーム機が稼働しています。まずフェネックスです。もともと本機は0095頃にはロールアウトしていましたが、模擬戦闘訓練中に NTD を起動した際に暴走。そして試験評価員が搭乗していた戦艦を撃沈後、戦闘空域から離脱し、パイロットともども行方不明となりました。そのため0097にはフェネックスの鹵獲を目的とした作戦不死鳥狩りが展開されています。本作戦においてサイコフレームを増加装甲として装着したナラティブガンダム、袖付きが運用するシナンジュスタインなど協定に抵触する機体が次々に投入されました。しかし本作戦によってナラティブとシナンジュは失われた上、フェネックスが再び行方不明となりました。そのためサイコフレームの研究は停滞し、長らくサイコフレーム搭載モビルスーツは歴史の表舞台から姿を消すこととなります。ちなみに連邦はサイコフレーム技術が別勢力によって利用されることがないよう、ラプラス事変以降は特に技術流出の阻止に力を注いでいました。そのためラプラス事変から数ヶ月後には研究資料が残されている可能性を懸念し、小惑星アクシスへ特殊部隊マスティマを派遣しています。なおその懸念は見事に的中。サナリー社からの依頼を受けたブッホコンツェルンがアクシスへ研究資料の回収のため地平武装集団バーナムを差し向けていました。この際の騒動によってサナリーへ基礎研究資料の一部が渡り、 O110 から O120 頃にはフォーミュラー計画によって再びサイコフレームを搭載したモビルスーツが開発されることになります。こうして連邦、ジオン、アナハイムをめぐるサイコフレーム開発は一旦は幕を閉じました。そして宇宙世紀王100サイド3の自治権は返還され、ジオン共和国は事実上消滅します。また反地球連邦組織による活動も O105 に起こったマフティー動乱以降は停滞していきました。こうしてジオン公国及びその思想を指針とする組織の消滅により連邦軍は外敵を失うことになります。また同時に第2次ネオジオン構想後から顕著だった軍縮も進み、連邦軍の支配力は大幅に低下していきました。その結果 O120 以降に発生した木星帝国やザンスカール帝国などの戦いでは正規軍にもかかわらず遅れをとっています。連邦はサイコフレーム搭載機によってニュータイプ神話を否定し、ジオンの系譜を根絶やしにしようと画策しましたが、いざ抵抗勢力がいなくなったことで連邦の破滅を招くという皮肉な結果となりました。
ということで以上、宇宙世紀100年の歴史でした。まもなく、映画、閃光のハサウェイ第2部、キルケーの魔女が公開されますが、宇宙世紀のバックボーンを知っていると、さらに面白いと思うので、興味のある方は、ぜひ各作品を見てはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。